皆さんこんにちは、みほです。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、旦那を亡くして変わった今の私の生き方っていうところで、今を生きるっていう話をしたいと思います。実は生前の旦那からの言葉でして、私にとっても特別な意味思っている言葉であり生き方です。私の旦那は31歳の時にがんで亡くなっているんですけど、2年間の闘病生活がありました。で、私が主に彼と一緒にいたのは彼が再発をして余命宣告を受けてっていうその時期だったんですけど、病状が進行していくと昨日と比べて、今っていうのは状態が、悪くなっているし、かといって未来を見ても希望っていうのを抱けない、そういう日常の中に私たちはいたんですけど、でもいつも言い聞かせていたのは、今日は彼は生きているし、今はお互いのそばにいるし、そのことに目を向けて大切にしようっていうそういうことでした。なので私たちはこの在り方をとても大切にしていたので、実はこの結婚指輪の裏にも彫ってあったりとかします。旦那と出会う前の私って未来を大切にしていたんですよね。で、未来に自分がやりたいことがある、だから計画を立てて、で今はその計画にのっとった時間でどこか未来のために今を犠牲にしているっていうところまではいかないかもしれないんですけど、でもそういう要素があったと思います。こういう生き方って一体どこから来たんだろうって思うと、多分仕事の世界からなんですよね。会社員で仕事をしていると、やっぱりいろんな人たちと同じ方向を見て同じことを成し遂げるっていうことが必要になると思うんですけど、やっぱりその時には明確なゴールとかその期間とか計画っていうのが必要になる。で、私は仕事人間だったので、そのやり方を人生に当てはめようとしてたんですよね。でも彼と出会って、過去と今を比べても辛いし、かといって未来に何か夢を持ったとしてもしんどいし、本当に今しかないんだなって思った時に、昔の生き方っていうのがなくなっていきました。で、彼を亡くした後っていうのも、経験されている方だったら多分わかると思うんですけど、いろんな反応が心と体に出るわけじゃないですか。で、自分の価値観とか生き方とかやりたいこととかあり方みたいなものまで変わっていく中で、自分で自分のことがわからない、本当にそういう状況になったんですよね。なので私にできることって本当今の私がどういう状態にいるのかとか、どういう気持ちでいるのかとか、どうしたいのかっていうところ、それを本当知ってあげることだったんですよね。それを地道に積み上げていく中で、この YouTube の活動だったりとか、ヨガを本業にするっていう道があって、そのどの選択も全く計画していなかったんですけど、まるで導かれるように本当頑張らなくてもやってるみたいな、今を大切にする生き方って決して楽観的な生き方とかでもなく、特別な人だけに許された生き方ではなくって、本当今の自分と寄り添う生き方、今の自分に寄り添うっていうことは、今の自分を知ることだったりとか、今の自分を大切にするっていうことを、本当その自分がどういう人間なのかっていうところから始まると、本当に自分がやりたいこととかやるべきこととかが自然に見えてきた。とは言っても私たち人間なので、やっぱり過ぎ去ったことを振り返ったりとかしますし、やっぱり未来のことを考えて、悩んだりとか、悩むまでいかなくっても、空想したりとか、そういうのをやっぱりしますし、でそれが全部ネガティブなわけでもないじゃないですか。今思うのは、考え
えてしまうことは避けられない、でも考えた時にそれをこういいように生かすのか悪いように生かしてしまうのかっていう、そこは選択できる。だから例えば今の私だったら、旦那を亡くしたっていうのが、過去の大きなイベントなので、でもそれをこうネガティブに変えて、ずっと悲しむことはできる、でも今を生きるっていう生き方に立ち返った時には、やっぱりその旦那と出会えた事実っていうのをこう自分の生きる支えにしたりとか、あと旦那と暮らして本当にいろんなこう人生についての学びをもらったので、本当その学びを持って生きていくとか、本当にそういう生かし方っていうのはできる、幸せになるために選ぼうっていうふうに思っています。私月に1回心理カウンセラーさんと話してるんですけど、以前いい言葉を紹介していただきまして、皆さんにもぜひシェアしたいんですけど、明日は明日の風が吹くっていう言葉がありますよね。改めていい言葉だなって思いまして、例えば私たちがこう広い海の中で船に乗っているって考えたとしますよね。で、大体こうアメリカ大陸に行きたいっていうこう目標があるわけじゃないですか。でもこう明日は明日の風が吹くだとしたら、その帆の傾きとかその生き方とかペースっていうのは明日になって調整しないといけない。それがこう今を生きるっていうことだと思いましたし、もしねその旅の途中でアメリカじゃなくてヨーロッパがもっと魅力的だなって思ったら方向転換すればいいじゃないですか。そういう生き方の方が私は今心地いいって思いますし、自然体なのかなっていうふうに思っています。なかなかね、この忙しい現代に生きているとどうしてもこう未来が優先されがちと言いますか、未来を大切にする風潮って強いですよね。なのでそうなっていくと、やっぱりその今っていうのが犠牲になっていく。で、正解もないので未来のために今を犠牲にするっていうのも別にありだと思うんですよね。ただところどころで未来のこと考えてたけど今の自分ってどうかなとか、まだ本当にその未来望んでるのかなとか、今の自分の気持ちってどうなんだろうとか、そういう風にこう今の自分とこう確認する、そういう時間を持てるだけでもこう余裕って取り戻せると思うので、ぜひこの今を生きるっていう視点を取り入れていただけると嬉しいです。はい、今日は今を生きるっていう旦那を亡くして変わった今の私の生き方についてお話ししました。最後までご視聴くださりありがとうございます。またね。